すごく曖昧な人間っていうのを演じるのが抜群にうまいですね。拳銃専門のちっちゃなライトとかを使って動いたりするとライトで追いかけながらとか決めカットだったんです。あそこで全部変わる価値観が。本日のミューズボックスは現在公開中の映画クラウド、黒沢清監督にお越しいただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。クラウドを監督しました黒沢です。本日はよろしくお願いします。そしてですね、今回はインタビューは僕だけではなく、YouTube のおまけの夜のチャンネルから柿沼さんにもお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おまけの夜という YouTube チャンネルで、映画のレビューとか、解説動画とかをやらせてもらっている柿沼です。よろしくお願いします。ちょっと今回柿沼さんが相当ちょっと前からですね、いろんな方面柿沼さん今回クラウド、他の黒沢監督の作品ももちろんありつつも、もうクラウドがっていう話をちょっと聞いていたので、そこからも含めてちょっと今回目の前に黒沢さん、大丈夫ですか今？いやもうめっちゃ緊張してすいません。でも本当にこんな貴重な経験させていただけるということで、いろいろお話お伺いたいんですけれども、もう質問しちゃっていいですか？もうしちゃってください。じゃあ今回試写で、見させていただきまして、本当に大変面白くて、今年3本、公開ということで、蛇の道のリメイクと、チャイムで、今回クラウドっていう作品なんですけれども、このクラウドっていう作品はどういった企画で、立ち上がってきたものなんでしょうか？もうそうですね、だいぶ前、もう 5年ぐらい前になりますかね。何か日本でもジャンルで言えばアクション映画のようなものをやりたいねっていう非常にシンプルな欲望から出発しました。ただ日本にもアクション映画的なものはあるんですが、すごくファンタジーだったり、あるいは出演者がヤクザとか警官とかですね、もともと暴力に近いところに生きているような人たちを設定したようなものはあるんですけど、そうじゃなくて全く普段は僕らと変わりない暴力とはその縁がないような人たち同士が最終的には結構派手なアクションを繰り広げるようなものにしたいねっていう。これで、原作探しても多分ないだろうからってオリジナルでストーリーを作っていったっていうのが始まりですかね。今回主人公転売ヤーっていうことですね。そうですね。それはどうしてその転売ヤーを選んだんですか？いや、知り合いにいたというのもあるんですけど、世間で言われてるほど何か悪いことしてるというのではなくて、物を安く買って一番高い値段で売るって、一つ商売の基本ですよね。で、会社とかはみんなそれをやっているわけですけど、それをたった一人でやっているっていう。ただだからいろんなことを真面目にコツコツとこなさなきゃいけない、仕事なんですね。その僕の知り合いも、特に手に職が、技術があるわけでもない、もちろん資産があるわけでもない。で、組織の中で働くのは苦手みたいな人間が、現代を生きていく、すごくわかりやすい、今を象徴するような仕事かなと思って、この仕事にしました。で、一歩間違うとやっぱりちょっと犯罪、やばいところに足を踏み込んでしまうっていうリスクも当然あるわけですね。作中でも出てきてはないですけど、捕まっちゃった先輩がいるみたいなセリフがあったりとか、本当に一歩間違ったら危ないけども、世の中、問屋とかもあったり、僕も映像関係の仕事してるんですけど、普段は。中抜きとかね、普通にあることで、意外と。大丈夫ですか？一歩。すいません。でも本当いろんなところでね、いろんな人が関わってるから、そういったことはいろんなところで起きてるとは思うんですけども、今回ババ抜きっていう、ワードとかも出てきて、そこから本当後半怒涛の展開で、主人公が巻き込まれていて、狂気の世界になっていくっていうところで、もうすごい興奮して、半分笑っちゃうような感じで見ながらも、すごい面白いなと思って、もうそこら辺は本当に、
まだ見てない人がいたらめちゃくちゃ見ていただきたいんですけど。そうですね。本当になんか、正直もう途中からもうどこまでこの映画が連れて行ってくれるのかっていうワクワクにもうどんどん転換していったので、そこの飛躍のポイントを含めて、たくさんいろんなところにこれがやりたかったって。でもこれが具体的にどこにも書いてなかったんですあ、これってこれなんだみたいな。まあでもそういうことなんですよ。そういうことって。なんでもない普通の人のドラマっていうのは、いっぱいあるわけですけど、それって、やっぱり、非常に現実的な、なんでもない普通の世界のまま終わる。それはそれで立派な、ドラマになるんですけど、で、最終的にちょっと現実から少しはみ出た、でもすごく映画的に興奮するような世界に行くものって、もう最初からもうギアを入れてどんどん行くしかないっていう、まあ、その両方の映画があるとしたら、僕は最初は普通の、まあ、リアルな現実の中から始まって、どこかでまあ少しずつ飛躍しながら、最終的にはまあ映画の世界、映画だけで起こる、もう皆さんがワクワク楽しめるような、ハラハラするような世界に、まあ移行していく、まあそんな映画が作りたいなと思ってたっていう感じですかね。今回その菅田将暉さんが、はい、まあ主役ということで、すごい僕は、今までの、監督作品の中でも、またちょっと違う感じでもありつつ、すごく監督の作品の中に収まってて、なんかすごい魅力的に感じたんですけど、監督自身は、一緒にお仕事されてどうでした？本当に菅田さんに出ていただけて、まあラッキーでしたね。まあ誰でも、まあとにかく世代ではトップスターですから、誰だって菅田将暉に出てもらいたいと、どの監督も思うと思うんですけど、まあそう簡単に、スケジュールとかいろいろありますから、こんな変な映画に出てくれるかしらと思ったんですけど、やっぱりすごく曖昧な人間っていうのを演じるのが抜群にうまいですね。まあもちろん一方ですごくはっきりした分かりやすい役も演じられるんですけども、いい人とも言えないけど、そう悪人でもない、煮え切らないような感じを出すのがものすごくうまい。菅田さんでなかったら、あんな、少なくとも前半の、曖昧な主人公、なかなかついていきづらかったかもしれないんですけど、菅田さんがやると、この人どこ向かってんだろうっていうのは、すごく興味を持って見れるなっていうのは、なんかね、うまいんですよ。ねえ、嫌になるぐらい。今回その須田さんが最初に出てくるファーストカットで、突然こう奥からふっと出てきて、はい、そこからワンカットで機材の方にバーって行って、はい、こう安く買い占めていくっていう流れがあるじゃないですか。はい、で、あそこが僕すごい、すごいドキドキしたっていうか、最初に企業ロゴが入ってから、本当に突然、はい、なんか劇の途中から始まったかのようにこう始まって、突然その世界に放り込まれたような感覚があって、すごい魅力的でいいなと思ったんですけど、そこファーストカットのあそこら辺っていうのは監督自身、どのように意識されたんですか？そう指摘されると、ちょっとほっとしましたですね。いや、まさに今おっしゃったようなことが狙いだったんですけど、急にもう突然これもう始まってるんだっていう感じに、ふわっと、何かの途中であるかのように始まりたいっていう。その方が何度も申し上げました。なんか、これ別に普通の人の普通の日常なんですよっていう、その断片を見せるっていう風な感じになるだろうとは思っていたんですが、映画ってね、映画館暗くなってなんか予告編とかあって、さあ始まりますよって、だからジャーンって始まるのを皆さん期待してらっしゃるんだけど、あまりにふわっといくと、これどっちかなっていうね、こうちょっと肩透かし食らったような風に感じられる方もいらっしゃるかなってちょっと不安もあったんですが、見続けていただければ、だんだんのめり込んでくれるとは思ったんですけど、出だしは一か八かでした。でも、ああいう方がこの映画には、じゃじゃんドカーンっていう感じではなく、ゆるゆるっと入りたいとは思ってはいました。でも最初のそのあやふやさというか、あれすごい須田さんが
また悪い役なんだ今回と思ったら、またもういわゆるこう普通あれでもっていうこの揺らぎがずっとその最初はこのだいぶこう波のある方から入ったっていうのもさっき監督がおっしゃってた須田さん本人が持つ揺らぎみたいなところとすごい最初の序盤本当に合っててどっちの今回どっちのギアなんだみたいなのをもうやっぱ予測できなかったんでそれやっぱワクワクしましたね僕も。いや嬉しいですねそう言っていただいていやそこを指摘されたのは初めてです。もうあの辺は皆さんスルーッと見て別に忘れてらっしゃる方も多いんでしょうけど、いや出だしは結構迷ったんですよ。一種の犯罪じゃないんですけど、人を少し騙してる感じの、この人いい人では、いわゆるいい人ではありませんよっていうところから入ろうとはいう決断はしました。でもじゃーんじゃなくてさらっと悪いことしてるところから入って多分大丈夫だろうと。ただ本当それ須田さんだったから成立したとは言えると思いますね。ポスタービジュアルが出た時もなんかこの持ち方メインこれティザーこれがなんか結構話題だったんですよ。なんか須田さんのこの手にこれって逆にどういう時にこの持ち方するんだろうみたいなのがすごいこれが黒沢清っぽいんじゃないかみたいなのをよくなんか僕コメントとかで見て面白いとこみんなと思ったんですけど。やっぱりガン、アクションもそうです。今回銃もあるし。これ全然僕タッチしてません。これ僕の知らないところで、撮影現場の片隅でポスター班がなんかこう持たせたみたいですよ。僕はこう持ってくれとか何も指示もしてないんですけど、今回心がけたのは、後半それなりのそのガンアクション的なものになるんですけど、日本映画だと、本物なんてないですから、拳銃とかが出てくると、作ってる方もなんか浮き足立つんですよ。で、演じてる方も、ピストル出したぜ、みたいな。さあ皆さん出しましたよ、行きますぜ、みたいなね。そうしたくなかったんです。いや、それが何かっていう、アメリカ問題なんですけど、アメリカ映画ってそういうとこあるじゃないですか。ピストルとかが日常的にあるので、ピストル出したからどうだということもない。だから今回もピストルとか出てくるんですけど、割と存在に出したから、もちろんそれで一種の殺戮が行われるわけですけど、それは日常からの延長なんだこれはっていうふうに出したからといって演じてる方ももちろん演じてる方はそれなりに緊迫感はあるんですけど撮ってる方が浮き足立つようなことはないっていうのを心がけて撮っていたのでだらっとこれは僕じゃないんですけど指示したのはだらっと思ってるのはいかにもこの映画っぽいですね。ヘビーの道も、特にオリジナルの方も、最後廃墟の方で結構銃撃戦が突然起きてとか、結構監督作品銃撃戦があったりとかして、すごい、毎回面白いなと思ってて、で、今回も、来たんで、うわ、来たっていう、喜びもあったんですけど、今回は特にどういったところに、他の作品と比べても、意識したところとか、なんか工夫したところとかありますか？使っているのは、一種の、おもちゃ、プラスティック、当然なんですけど、本物ではないわけで、プラスティックなので、それをどういう照明を当てれば金属に見えるかっていう、その照明はかなり凝りました。照明の当て方で、やっぱり、ものってやっぱりだいぶ違って見えるんですよね。日本でも刃物とか出すと結構照明凝るんですけど、本当に金属だったりするから、拳銃となると、撮ってる方はなんかすごく浮き足立つくせに、どうせプラスチックだからなって結構無防備にバーンと出すんですけど、照明の当て具合で結構金属っぽく見えるんで、かなりそれは注意深く、撮影はしましたですね。それも監督が照明技師と一緒に、拳銃、そんなに拳銃がアップになったりはしないんですけども、
引いた絵でも拳銃専門のちっちゃなライトとかを使って、動いたりすると、ライトで追いかけながらとか、なかなか凝ったことをやってるんですけど、まあそのおかげで、そんなに、おもちゃっぽくはないく見えたかなとは思っております。でも監督の作品だと割とワンカットちょっと長めだったりするんで、より追っかけていくってなったらちょっと大変そうですね。なかなか大変だったです。まあそれも、まあやってて楽しくはあるんですけど、楽しくです。はい。僕結構好きなシーンで、荒川よしよしさんが、ガチャッと弾変えたの、薬莢かなんかが2発パーンって飛ぶとこが、ものすごいかっこよく決まってて、あそこ結構興奮しちゃうんですけど、やっぱあそこは結構決めシーンですかね。そうですね。まあ荒川よしよしさんがね、いいんですよ。荒川さんが、もう本当にいい方なんですけども、これまでもどちらかというと、底抜けの善人とか、朴突とした人とかを演じることが多かったんですけど、そういう人だからこそ、狂ってるなって感じ、逆になったって感じですね。誰がやってもああなるんですけど、荒川さんがやるとなんか、この人完全に言ってるって感じが、より強調されてよかったですね。僕、助監督やってる時に、荒川よしよしさんと現場ご一緒したことあって。あ、そうですか。めっちゃでかいじゃないですか。でかいです。本当にガタイもでかいし、背も高いから、それだけちょっと怖い。なんか、でも優しいっていうギャップで面白いなっていうのがあったんですけど、だからその印象がもう最初にあったから、余計に絵見て、圧なんですよ。やっぱね、ただいるだけですごい圧だし、で、銃持つのして、しかもショットガンもでかいから。エスプレッソ打つ時とか怖かったもんね、マシン打つ時とかね。須田さんとは違う、ちょっとどっちだみたいな、っていう不安みたいな、不安定なところがあって、僕もすごい面白い。僕もすごい好きでした。命の軽さと重さのバランスっていうのが、なんかあんま見たことないバランスで描かれてるなっていうのが一つ。でやっぱ最後、そのネット社会で、リンチというか、じゃあ叩かれて炎上してみたいなのからの、銃撃戦でやっぱ FPS みたいな、ゲームのやっぱ銃撃戦で、わりかし人簡単に殺してみたいな、でも基本的にみんな命一つしかないからっていう、自分の命と相手の命があんなに軽い感覚なんだけど、監督が言ってた、なんかこの人たち街で日常でわーっと集まってやってる感覚みたいなのが、僕はなんか終盤、この軽さずっと怖いなみたいなのは、ずっと僕そこがコメントにもちょっとなんかそこが結構書かせていただきました。そう言っていただけたのは初めてで、まさにね、軽いっていうんでもないんですけど、本当に普通に生きている人たちが、しかしああいう状態になると、命ってあっという間になくなってしまうんだよなっていう、そのあっけなさとか、それは密かに狙ってたんですけど、それ見ていただいてありがとうございます。なかなかね、ただ、自分であんまり自分の映画を褒めたかったんですけど、やっぱ最後、アキコという人が、いきなり目の前で裏切って、それが殺されてしまうわけですけど、あの辺の僕、須田さんの芝居は大好きで、あんなにどっかもう善悪の感情も何を麻痺して、どんどん麻痺していったようなあの男が自分を裏切った、自分を殺そうとするほどひどい女性だけども目の前でそれ死なれるのを見て号泣するっていうのはいいなと思います。いや、すごいいい。僕もいいなと。すいません。はい。いや、もうなんかその前に、なんかフィギュア売れて1000万だとか喜んでて、で、わーって来て。あきこ節か、よかったって。間抜けな感じがいいですよね。いや、でも人間ってこういう感じなのかなっていう、戦場とかって、何も知らない素人が送り込まれると、あれとはまた違うかもしれませんけど、本当に善悪の感情が麻痺すると同時にでも、ある瞬間ものすごく元のに戻ったりっていう、すごい極端なことになるのかなとちょっと想像しながら撮っておりました。いろいろ監督のことも
作品のことも合わせてなんです。監督のことをいろいろお聞きしていきたいなとちょっと思ってるんですけど、柿沼さんもういっぱいもちろん見られてると思いますけど、どうですか監督の。なんか見れなかったやつとかもあって結構もう全部っていうわけにはいってなくて、実はカリスマが本当に好きなんですよ。はい。もうすごい好きで、人質をワンカットで警察がバーって来て、バババーンって銃撃でこうやられてくるとかもうああいうのでもうめちゃくちゃ痺れちゃうんで。こうやって熱烈なファンから、いや結構来ますよね。こういう例えばイベントとか。たまにいらっしゃって、あんまり関わらないとことは思ったんですけど、でも、いらっしゃいます。はい。でそれは大変ありがたい。黒沢清ファンって、その世界中、監督よく行かれるじゃないですか。はい。どこの世界でもいますか、柿沼さんみたいに。幸い僕も長いキャリアがあるので、各国に少数ずつ結構いるようで、世界全部合わせるとかなりの、人たちはいらっしゃるんだろうと想像しますけども、そうですね、あんまり、もう大変ありがたい。すいません、なんか。100% ありがとうっていうことなんですけど、いつも皆さんの期待に添えるかどうかはごめんわからないけどねっていうね。結構やっぱりホラー系のファンの方はいらっしゃって、そういう方って結構ね、熱烈だったりして。ジャンルとしてもですもんね。またホラー撮ってくださいとか言って、いや撮りますとか言うんですけど、ホラーばっかり撮ってるわけでもないんでね、いつもご期待に添えるかどうかわかんないけどごめんねっていうのは、時々、ヒューマンなドラマを撮ったりするんで、すいませんっていう思いはあります。結構監督自身、インタビューとか、たびたび売れる映画みたいな、映画で売れたいみたいなことをなんかたびたびちょっと言ってるような気がしたんですけども、そういった意識はやっぱ今も結構強いんですかね。生臭い話ですけど、正直、売れる映画っていう言い方したかどうか覚えてないんですけど、これ本音なんですけども、その数字的になんか大ヒットする映画とか、それはそうなったら素晴らしいなと思うんですけど、それを僕一人が目指したところで多分不可能で、それはもうみんな総合的な何か偶然もあるし、それはもう宝くじみたいなものだなと思ってますけども、娯楽映画は作りたいなと。で、娯楽映画の定義ってなかなか難しいとは思うんですけども、一つの分かりやすい僕の基準として、見終わった後はすぐもう一回見たいと思う。よくできた映画って本当に何回も見たくなるんですね。で、一方で、これはこれでよくできた映画なんでしょうけど、なるほどなって分かって、分かったって分かったらもういいって映画も中にあるんですね。で、それでもいいんですけど、僕は、なるほど分かったっていうよりは、このシーンだけでも何度も見たいぜみたいなシーンを含んでいるような映画。それを、娯楽映画と呼んでいて、そういう映画を作りたいなと常々思っております。今ももちろんですけど、もうこの先も次も娯楽映画。そうですね。ただ難しいですよ、それは。もちろん予算とかいろいろあります。多分発想ですよね。これも監督だけではない。いろんな人たちが、集まって、こんな風にして、こんなカットで、こんな俳優がこんなことしてる。それ何度も見たいっていう風に、最終的になればいいなと思うんですけど、簡単なものではないですね。目指していれば、いつかひょいとできるかもしれませんし、それが映画作りの楽しさでもあるなと思っています。映画の仕事しようとかって何歳ぐらいに思ったんですか？高校生ぐらいの時に8ミリカメラとか8ミリフィルムとかが古い話ですよね。普及してきた時代でしたので、1970年代ですね。そういうのでなんか自分で映画撮ろうっていう
そういう欲望は持ちました。それが大学生ぐらいとか。ただそこから商業映画の監督とかいうのはもう全然別の話でしたですね。無理だろうと思ってましたし、なんか特殊な人たちみたいじゃないですか。昔の映画監督だとか。なんかすごいカリスマ性があるとか、なんかすごい怖そうとかな。絶対無理だな。人になんかこう命令いっぱいするとか、そういうのまず僕には向いてないと思ってたので、そういうことができるとは思っていませんでした。ただ他に仕事もなく、助監督とか制作部とかいう形でなんとなくこの業界にいて、一方で8ミリフィルムで自主制作映画を撮っていたりしたので、この先仕事をしていくとしたら、やっぱり監督になるしかないのかしらっていう感じで、周りもそろそろ撮ったらとかですね。そうですかって。いやでもそれって現場ずっとやって現場やりながら自主制作撮るっていうのだけでも今ですらめっちゃ大変だし、多分どの時代でも結構大変だと思うんですよね。現場やりながら自主制作作るって。でそっからしかもでも商業にあんま興味ないっていう黒沢さんがやっぱ自主映画を作るのがやっぱ面白かったってことなんですかね。だから自主映画か商業映画かはもうほとんど境目はなかったんですけど、自分の中で映画作るのは楽しいなというのは分かっていたので、どんな形であれ映画作りたいな、人がお金出してくれるとじゃあこんなありがたいことはないっていう。ただですよ、っていうふうにして映画を作ったりしてたんですけど、それはたまですよ。何年に一本とか、それって仕事って言えないですよね。だから僕が仕事として映画監督というのを職業にしてるなって実感できたのはもう40歳過ぎたぐらい。V シネマとかをたくさん撮るようになってから、実際それが仕事になったんですけど、そうなる前って、時々映画を撮っている、あとは CM 撮ったり、暇な時、テレビゲーム結構いっぱいやってたので、一時、ゲーム評論家やってたりしましたよ。スイートホームの頃ですか？スイートホームの頃。はい。だから、いろんなことをアルバイトみたいにしてちょこちょこやりながら、なんとか生き延びつつ、時々映画を撮るという人生を、で、本当40過ぎてぐらいから映画で一応、生活できるっていうふうになっていったっていう感じですよね。僕、スイートフォームも途中までちょっとあれ難しくて。難しいですね。はい。で、バイオハザードも大好きですし。それは本当に僕のささやかな自慢で、バイオハザードの元となったんですよね。はい、そうです。はい。元ネタになった。今はゲームとか興味ある？いや、今もドラクエシリーズだけは、確実にやってるんですけど、それ以外はね、さすがになかなか、今、やり始めると大変じゃないですか。昔もそうですけど、ゼルダとかめっちゃ大変ですよね。2年ぐらいやってんじゃないかしら。なかなかいろんなものに手が出せないんですけど、でも、コンスタントにちょこちょことはやり続けてはいます。ゲームと映画って、本当になんか、ジャンルとしてもそうだし、なんていうんですか、この盛り上がりとか、あとこの世界的な規模感も含めて、なんか盛り上がりが似てきているんじゃないかっていうのを、歴史を、なんか僕、今35歳であれなんですけど、黒沢さんから見てずっと昔からゲームやられてて、ゲームと映画って、なんかすごいざっくりとした質問なんですけど。いや、これは僕も何か関連があるなとは思ってるんですけど、それを正確に分析できてはいませんね。全然現実とは違うと分かってるんですけど、これは現実だよなってやっている。映画も見ているときは、これはもう人が作ったフィクションなんだっていうのは分かってるんですけど、見始めるとそれは一種の現実
かと思ってまあ、たかが2時間ですけど、まあ、のめり込む。まあ、ゲームも、まあ、ゲームによりますけどね。やってる最中はそれが一種の現実だと錯覚してしまうっていう、まあ、力があるんですかね。まあ、映画もそうなんですけど、まあ、さも、今初めてそこに出現したかに見える。実はまあ、データ通り先に進んでいるにもかかわらず、初めてその状況は目の前に出現したっていう、今思える。クラウド、確か、なんか、ゲームになってます。なんか、体験型のどっかのアトラクションクラウドになってます。あ、そうだ、マーダーミステリーになってるんですよ。はい、体験できるんです、クラウド。最近そういうのが、そんなのあるんですか？全然その情報知らなかったですけど。監督の作品を僕こう見ていると、まあ、このワンカットが長かったりで、同時にいろんなことが起きたりとか、こう油断してると、なんか思いもしないところから何かがこう動いたりとか出てきたりとか、はい、そのワンカットの中に驚きがいっぱいあるなと思ってて、なんかそこの、結構出会いを僕はなんかこう楽しんでるって言いますか。はい。なんかそこがすごく面白いなと思ってたんですけど、はい、で今回のまあ、クラウドに戻っちゃうんですけど、クラウドでなんかすごい僕面白いなと思ったのが、須田さんがこう打っちゃった後に、二人並んで、横並んで走っていくところで、なんか一回カメラをこう、走り出してカメラ追い抜いて、はい、なんか一回フレーム出て、で、なんかまたカメラがこう戻ってくるみたいなところがあって、はい、なんか、もうなんかちょっとで、その後に多分荒川義義さんとかバーって行ってこう、襲撃戦始めるっていうところで、なんかそこすごい僕オープンフィールド感を感じて、なんかなんかこう、ちょっと、なんですか、こうフレームから出てっちゃったみたいな感じで、はい、そしたら結構広がったところで銃撃戦始まるから、はい、なんかオープンフィールドみたいみたいな、なんかそこは、なんかこう、一本筋だったストーリーとはまたちょっとはみ出たような感覚がすごい僕はそう結構興奮して楽しかったです。よくぞ指摘し。あれはものすごく狙ったというか、あそこだけじゃないんですけど、あそこ大きな転換点で、まあつまり、須田さん演じる吉井という男が一気に、まあ、価値観をもう転換させてしまう瞬間。まあ俳優たちにもそう言いました。ここ大転換点なんで、よろしくお願いします。やってることはシンプルなんですけど、それまで、その須田さんを、吉井を先導してきた佐野という、まあ、奥平大賢君演じる、まあ、謎の若者ですけど、彼が向かっていくところに、いやいやついていっていた吉井が完全に彼と並んで走り出すっていう、並ぶっていう、後ろからついていったのが並ぶっていう、まあ、演出になっていて、まあおっしゃる通り、奥平君はカメラを抜いていくんですけど、吉井はそれを追いつけないでいるのをだんだん追いついていって、最終的には並ぶっていうのを、まあワンカットで撮ってるんですけど、まあそういう意図を、まあ二人の俳優もよく理解してくれて、まあカメラマンもよく理解してくれて、決めカットだったんです。あそこで全部変わる。価値観が。だからあそこを減ると、吉井もためらいなく撃ち始める。全員殺す以外、これは終わらないっていうことを、まあ、悟る、理解するわけですね。ただまあ、言ってるだけで、まあ、ただ二人がこう、並んでいくだけですから、まあ、わかる人にしかわからないよなと。よくぞわかってくれました。ありがとうございます。いや、もうだからこの動画見た人が、映画見た後にこの動画見て、もう一回、まさに監督をした、もう一回見に行こうに、ちょっと、つながるといいですね。いや、いいですね。あそこは本当に相当狙ったんですよ。で、いや、よし、これでいけてるって思ったんですけどね。なかなか、でも、それを感じ取ってくれる人は少ないかな。初めて。いました。ああ、よかったです。いや、嬉しいです。いや、嬉しいです。撮った甲斐がありましたです。最後に、もう多分これネタバレありって書いちゃうんで、見た後とか、もう一回見てほしいみたいな人、見てる方にちょっとメッセージ最後、一言もらってもいいですか？とにかく、
ダークな菅田将暉さんの魅力が全開しております。こんな菅田将暉ありなんだということで、まずはその魅力をご覧になってください。で、彼と共にだんだん怖い世界というか、だんだん映画の世界に入っていけると思います。最終的には、こんなとこまで行ってしまったという菅田将暉の行く末で、映画そのもののこんなとこまでこの映画行ったんだというある到達点に、驚き、感動もしていただくと嬉しいです。どんな見方でもできる映画だと思います。クラウド楽しみにしていてください。ということで本日は黒澤監督でした。ありがとうございました。ありがとうございました。どうも。